どうも、社長のネギオです。はい、今日はですね、ネギオと一緒に学ぼう、第4弾になります。で、今日の企画はですね、僕もプライベートでよく使っている、インスタグラムですね。インスタグラム見てるとですね、いろいろ広告が出てきまして、ウェブ広告に携わるネギオとしてはですね、これ詳しくないといけないんですが、実際よく分かってないということでですね、今日はスペシャルゲスト、タベリナさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。皆様はじめまして、タベリナと申します。よろしくお願いします。はい、タベリナチャンネルはですね、実はネギオがですね、YouTube の大先輩というふうに勝手に称えておりまして、リスティングプラスさんという会社さんなんですけども、会社さんとも非常に仲良くさせていただいてですね、僕らが YouTube 始める前からですね、タベリナチャンネルはかなりもう先に活動されていたので、いつもタベリナさんいつも勉強させていただいております。こちらこそです。ありがとうございます。はい、で今日はそんなですね、タベリナさんにお越しいただきまして、インスタグラムの本当いろはを教えていただきたいなと思っております。はい、ではですね、タベリナさん最初に自己紹介と会社の説明をお願いしてもよろしいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ私の自己紹介させていただきます。タベリナと呼んでいただいてますが、本名は田辺里奈と言います。みんなタベリナと呼んでくださるので、そう呼んでいただけると、ネギオ社長もタベリナでお願いします。株式会社リスティングプラスというウェブマーケティングの支援会社で働いていまして、今、ウェブ業界9年目になります。ウェブの広告とウェブのライティングというところが専門分野になってまして、今インスタグラム広告とっても伸びているので、今日この機会いただけてすごい嬉しいなと思っています。で、2019年にですね、出産しまして、今1歳半になる男の子がいるんですけど、仕事とプライベートとめちゃめちゃ奮闘しながら毎日生きています。はい、で経歴としては、新卒の時は別の総合代理店でウェブのディレクターと営業しながら活動していて、一旦フリーランスやって、その後に、お客さんを解決の支援するとか、根本的に何かを目標達成するためにはやっぱりちゃんと自分の腕にもっとスキルがないとダメだなっていうところに改めて振り返って、今リスティングプラスの門を叩き、もうすぐ6年ぐらいですかねになります。で間に化粧品会社さんに出向したりとかいろいろあったんですけど、いろんな経歴を積みながらですね、今は、自社のマーケティングやったり、こういった発信の活動をしています。で、Facebook の認定資格最近取りまして、Instagram の広告も、ちゃんとプロフェッショナルとして解説させていただいています。ありがとうございます。で、ウェブマーケティングが学べるタベリナチャンネルというものもやっておりますので、もし今日ですね、お話よかったよと思っていただけたら、こちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。ネギオのウェブマーケチャンネルの方はどちらかというと SEO とかこの広告を使わない方が僕は多いんですけども、タベリナチャンネルは広告周りが非常に詳しい内容がいっぱい上がっているのと、あとあれですよね、人材の転職をしたい人とか。そうですね、これからウェブマーケティング業界に興味があるという方も結構多く見てくださっているので、どんな勉強をしたらいいのかとか、ウェブ業界ってこんなところだよっていう実情を割と話してます。はい。ネギオの YouTube と違ってですね、華やかなウェブチャンネルになっているので、ぜひ概要欄に貼ってきますので、こちらもチャンネル登録してみてください。ありがとうございます。勤めている会社は株式会社リスティングプラスといいまして、桜咲くマーケティング様にはとてもいつもお世話になっている会社です。ウェブマーケティングの総合支援をしておりまして、メインとしてはウェブ広告全般ですね、リスティング広告や Facebook、Instagram の広告の運用支援と、それに伴うランディングページの制作だとか、オウンドメディアの制作や運営などに携わらせていただいております。で、オフィスは西新宿にございますので、お近くの方はぜひ遊びにいらしてください。はい、ありがとうございます。じゃあそんなですね、インスタグラムのプロフェッショナルのですね、タベリナさんにぜひインスタグラムの広告とはというところからお聞きしたいんですが、
このチャンネル、僕のチャンネル、比較的ウェブマーケティングに興味ある方が見ていると思うんですけども、意外とですね、インスタグラム、もちろん多分皆さん使ってると思うんですけど、これどうやって広告出せるのとか、どのぐらい効果があるのっていうのは、僕も含めて分かってない人多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ基本的なところから教えてください。はい、今日は本当にインスタグラムの広告ってどんなものなのっていう基礎のところからですね、お話しさせていただければと思います。まず最初にインスタグラム広告ってそもそもどこに配信できるのというところで、意外と知らない方いらっしゃるんですけど、Facebook の広告とインスタグラムの広告って同じところから配信しているんですよね。インスタグラム広告も大元は Facebook 広告になっていまして、Facebook 広告の一配信先としてインスタグラムがあるようなイメージです。で、他にもこの3点目のオーディエンスネットワークっていうところがあるんですが、それは Facebook、Instagram 以外の通常のYahoo のディスプレイとか Google のディスプレイとか同じようなイメージで、ウェブサイトにも一部配信されることがあります。メインは Facebook、Instagram になってきます。で、これはどこに配信するかっていうのも指定することができるので、Instagram だけ切り出して配信することも可能です。なるほど。この第三者のこのオーディエンスネットワークっていうのは僕も知らなかったです。はい。意外と使えます。ああ、そうですか。Facebook、Instagram がメインになることが多いんですが、よくよく見てみると、この第3配信のオーディエンスネットワークで最も成果が出ているっていうケースもあるので、侮ることなかれです。なるほど。ありがとうございます。はい。で、どうやって配信するかというところなんですが、さっきも言った通り、Facebook 広告って正体インスタグラム広告自体は大元の正体は Facebook 広告になるんですね。で、Facebook 広告も Instagram 広告も共通の管理画面がありまして、それがこの広告マネージャーと呼ばれるこのようなキャプチャーのイメージなんですが、こういった管理画面を通してですね、どこに配信しますかっていうのを選択していきます。これはFacebook ページとかビジネスアカウントをちゃんと取得していただければ誰でも、開設することが可能なので、法人の方じゃなくても広告マネージャー使うことができます。なるほど。そうするとこの Facebook 広告代理店みたいになってなくても、出すことができるんですね。できますよ。一般人の方でもできます。で、Facebook 広告、Instagram 広告って、この管理画面とか言うと結構難しそうに思う方多いと思うんですが、このいいところは管理画面の操作がめちゃくちゃ簡単なんですよね。他のウェブ広告に比べると、ちょっと小難しさ最初あるかもしれないんですけど、触らなきゃいけないところがとてもシンプルなので、個人で Facebook 広告やられる方もたくさんいます。ああ、なるほどなるほど。はい。で、この広告マネージャー自体は、広告を作成するところから、じゃあ配信してみてどうだったのかっていう結果の確認、レポートの確認なども、これ一つあればチェックできるので、大変便利になります。で、じゃあどんな風に配信されるのというところで、今までは Facebook と Instagram 一緒だよっていう風にお伝えしていきましたが、じゃあ Instagram 広告においてというところでお話ししていきますね。で、まず、インスタグラムといえばなんですが、このフィードですね、タイムラインとも呼ばれるところですが、こんな感じで、写真や動画を使って、ユーザーの投稿の間に紛れるような形で、写真の右上ら辺に広告って書いてあるの分かりますかね。広告という表示とともに、ユーザーの投稿と同じような形式で写真や動画を使って広告配信をすることができます。で、フィード以外にも、ストーリーズありますよね。ユーザーの短い、短期間で配信される動画の部分になってきますが、ストーリーズの枠にも、この右側のベッドの広告のような形で、写真や動画を使いながら、この縦型の動画の配信をすることも可能です。ああ、なるほど。じゃあちょっとした動画なんかも、インスタ広告使うと配信できるんですね。できます。写真でも動画でもっていうところなんですが、インスタグラムってこのように
クリエイティブ、画像や動画が画面の中で占有する割合っていうのがすごく大きいので、イメージで伝えるっていうところにすごく強い特徴があるんですよね。ちなみにそうすると、業種で言うと、業界とか業種で言うと、どこが相性がいいっていうとか、食べレポさんの中であります？そうですね。特に相性がいいっていうのは、EC サイトとか物販のところですね、商品の良さっていうのをイメージや動画を使ってそのまま伝えられるっていうのが魅力になってくるので、商品実物自体を美しく見せてあげるっていうところに優れているのでおすすめです。なるほど。このインスタグラム広告自体は、後でも説明するんですが、かなり成果が出ているので、例えば、私たちのような B2B の企業の場合でも、最近では特に成果が出ているので、どういう経済的合わないっていうのはあんまりないんですよあ、ね。そうなんですね。なんとなくB2C のそうですね、ありますよね。EC のイメージがすごい強かったんですね。そうなんですよ。そうなんです。EC のイメージ強くて、実際そこは強いんですけど、B2B の企業の場合とかでも、やっぱりこの画面でのイメージで伝える占有領域が広いっていうことは、その分、文字やイメージを使って伝えることができるっていうのは、業種業態が変わっても同じことが言えるので、どんな風に見せるかっていうところがポイントになってくるかなとなるほど。思います。はい。で、広告の種類としては、今お伝えしたように、写真や動画、ストーリーズの縦型のクリエイティブですね。で、ここにはちょっと載っていないんですが、他に、インスタグラム特有のカルーセルという、写真とか動画をいくつか組み合わせてスワイプしながら見ていくようなカルーセル型のものや、あとコレクションというものもあって、これは EC サイトのお客様とかにすごい合うんですけど、写真や動画を、いくつも、図鑑のような形ですね。図鑑とか、ガイドブックのような形式の形で見せることができるので、画像のフォーマット自体もかなりいろんな種類があります。メインで使っていくのは、写真の形式と動画になってくるかなと思います。じゃあ続いてですね、インスタグラム広告をなぜ今やるべきなのかというところを解説していきたいと思います。ネギオ社長が、さっきおっしゃっていただいたように、なんか EC のイメージがあるとか、インスタといえばなんか若い女性なんじゃないかっていうところのイメージがまだ結構あるかなと思うので、のんのんというところをですね、ありが解とうございます。説していきもうます。使っておきはい。ながら、背伸びして使ってる感じはあるので、いやいやいや大丈夫ですかね。そうですね。実際、Facebook 広告、Instagram 広告がどれぐらい伸びてるかでいうと、これがFacebook の売上の推移になっていまして、2020年ですね、このコロナウイルスの影響ありまして、多くのウェブ広告媒体も売上低下しているような現象にあったんですが、2020年のクォーター3でもですね、コロナの影響を受けながらも過去最高の水準でマークしています。で、クォーター4も結果出ていますが、また伸びているような状況になってくるので、こんなご時世ではありますが、着々と売上自体は伸びているような、もう新興媒体になってきています。で、数年前までは、Facebook 広告とか、各種 SNS の広告って、今伸びてきているよねぐらいな感じだったと思うんですが、もう今となっては SNS の広告はマストの施策だと考えた方がよろしいぐらいの存在です。なるほど。僕も実はリスティングコンサルタントをやってた経験があるんで、はい。結構新しいメニューとか媒体って、なんか手つけると、痛い目に遭うっていうのを結構僕は経験してきたんですけど、はい。それとインスタグラム、フェイスブック広告ももう過渡期を、この導入期を経て、だいぶ効果が出やすくなってるっていうところですかね。そうですね。もうかなりその成果の精度っていうのは上がってきていますし、とにかく使っているユーザー層がものすごく多いので、その分やっぱりコンバージョン獲得できる件数っていうのも昔に比べたらかなり増えましたね。で、これが弊社の実績、数字をそのままお見せしようと思いまして、おー持ってきたんですが、実はリスティングプラスのお問い合わせの広告の集客っていうところも、今ですね、Facebook、Instagram 広告っていうのが一番のメインになってきています。
リスティングプラスっていう名前なんで、リスティングじゃないのと思うかもしれないんですけど。あれですよね、リスティングプラスさんは、まあ、僕らと一緒で B2B のマーケティング自社でやられてると思うんですけど、自社のマーケティングがむちゃくちゃ上手ですよね。ありがとうございいや、ます。僕はいつも外から研究させていただいて、パクってます。すいません。ところはお互いに。もうリスティングよりインスタ、フェイスブックの方が成果が出てるんですね。出てますね。リスティング広告も継続して配信はしているんですけれども、なんでこっちに寄ってきたかっていうと、リスティング広告ってやっぱりそのキーワードを指定できるので、見込みの層としてはかなり、ね、お問い合わせに近い部類にはあるんですが、その分やっぱりクリック単価っていうのが年々高騰してきてしまっているので、なかなか成果が出づらい状況になってきてしまったんですよね。という背景もあって、Facebook 広告、Instagram 広告の方が、費用対効果が合いやすいような現状があります。なるほどですね。はい。で、リスティング広告も、すごくいいんですが、やっぱりそのキーワードを指定して検索するっていう行為が、やっぱりある程度そのサービスの認知とか、問い合わせする人にとって課題が明確じゃないと検索されないという、特性もあるので、それに比べると Facebook 広告の場合ってやっぱり潜在的な課題感とかに対して新しいサービスでもアプローチすることができるっていうのがすごく強いと思います。で、この実際の6月のこの反響数っていうのも、このキャプチャーを貼っているサービスっていうのが弊社の中では一番新しいサービスなんですよね。なのでこのサービス自体を世に知らない人の方がほぼほぼなんですが、こんな風に月間で170件のお問い合わせを獲得することができたというような B2B 企業でもこんな実績があるというところですね。で、インスタグラム、本当に成果出るのっていうところを、ぜひですね、細かく解説させていただければと思います。まだそんなあんまりSNS で何か商品を買うとか申し込むっていうのに慣れてないという方もいらっしゃるので、トレンドとしてはこんな動きが出てるよというところをですね、お話ししていきますね。はい。で、インスタグラムで物を買うとか申し込むっていうのが当たり前の時代になってきているよっていうのを3つのポイントに分けて解説していきます。で、このキャプチャーのですね、下の部分ですね、緑の枠で囲ってあるところが、インスタグラムで何か検索するとき、検索タブの画面になるんですけど、例えばこれだと、ハッシュタグキャンプ道具っていう風に調べてます。キャンプ道具にしたのも男性っぽい男性っぽい情報でっていうところで、女性だけじゃないんだよっていうところを指しています。キャンプ道具っていう風に検索すると、赤枠で囲ってある投稿の右上のところにカバンマークみたいのついてるの分かりますかね？これがショッピング機能を持った投稿になるんです。具体的にどんな感じかというと、こんな投稿ですね。投稿に飛んでいただくと、この灯油ポリタンクっていう商品説明に飛ぶんですけど、じゃあこの商品を見るっていう風にクリックするとどうなるかというと、実際にこんな風に購入ページに遷移することができるんですね。なので、インスタグラムって昔は個人の生活を切り取って、それを発信していくような、ただのシェアのためのイメージだったと思うんですが、どういった生活シーンがあるのか、どういった商品があるのかっていうのを投稿していくっていうのはかなり一般化してきているので、もはや個人のためのチャンネルっていうよりは、ユーザーがインスタグラムを通して情報収集するっていうのもすごく一般化してきているなと思っています。で、続いてがリール編というところで、先ほどの画面の一番下の緑枠のところですね。さっき虫眼鏡マークにマークついてたんですが、その1個隣真ん中に移りまして、この再生ボタンのような形が、リール機能を表しているんですが、リール機能っていうのが、インスタグラムの
ショート動画ですね、う短ん。い尺の15秒の動画を配信するような機能で、この真ん中のキャプチャのような感じで、リールボタンを押すとこんな風に短い動画がどんどん流れてくるみたいなイメージになるんですけど、これが2020年の8月に搭載された機能で、今インスタグラムがゴリ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 押している機能ですね。これ最近そうですよ。インターフェース変わりましたよね。そうなんですよ。変わって、ここのホーム画面のタブにも現れるっていう事な象が確か起きています。昔ここに投稿ボタンがあった気がしたんですけど。そうなんですよ。変わっていて、どん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 インターフェース変わっていって、それがすごいポイントなんですね。しかもこの真ん中に設置するっていうそうですよね。すごい大胆なチェンジですよね。はい、使えと言わんばかりの感じで、配置されているんですが、このリール機能っていうのがですね、そもそもこの動画とかショート動画の領域っていうのが各 SNS でも、すごくポジショニング争いみたいのが起きているので、インスタグラムのリールっていうのも、その中でもかなり強い存在になってきています。で、ただ動画を配信するっていうだけじゃなくて、このリールの中にもさっきのショッピング機能を搭載することができるんですよ。え例えば、この真ん中で女性2人並んでいますが、この女性が着ている服はこれみたいな感じで、ショッピング機能を搭載させて、じゃあそのままこの服いいなと思ったらそのまま購入できる。この右側のキャプチャのようなイメージで、この投稿で着ている服はこれですみたいな形で、動線を作ることができるようになってるんですね。で、これぐらい、今押している機能の中でも購入動線があるっていうこともそうですし、このメインタブの中で、これだけショッピング機能が搭載されているっていうことは、もうその一ユーザーにとって、インスタグラム内で情報収集をして、商品を購入するっていうのは、結構もう当たり前の流れになってきてるんだなと思ってます。で、それが無理やり作られた動線だったら、どんどん結局使われなくて排除されていくと思うんですけど、どん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 その傾向は強くなってきているので、実際インスタグラムからの売り上げっていうのは上がりやすくなっているような傾向にあるんじゃないかなというところです。なんか CM 見て、Google で検索して買わせるっていうところが、もうはい。このインスタ上で全部できちゃってるってことですね。そうなんです。その傾向がもう本当に強くなっていて、本当に昔までは、アイサスでいうシェアのとこうんうん。ろだけの役割しかないと言われてましたけど、ハッシュタグで何か情報を検索するとか、フォローして、情報を随時追っていく動画見て、じゃあ商品買うっていう風に、インスタグラムの中で全ての行動が完結されるような流れになっていますね。で、最後にもう1点が、3点目ですね。ショッピング編というところで、これはこの緑枠ですね。さっきのうんうん。リールの隣に、カバンのマークでショッピング機能のタブがあるんですけど、これはもうダイレクトに、ショッピング、Facebook や Instagram ショッピングのところに、遷移するようなボタンです。左側のイメージ図ですね。これは私のアカウントでショッピングボタンを押すと、こんな風にフォローしているアカウントやフォローの中から関連するような、ショッピングページっていうのがレコメンドされるような形になってきています。面白い。なんかもうカタログみたいな感じですよね。はい。僕のサッカーのグッズばっか出てきます。そうなんです。それなんかすごいなと思っていて、やっぱりその個人のユーザーがどんな情報に興味があるかっていうところを正しく汲み取る力っていうのが、このインスタグラム広告ってめちゃくちゃ強いんですよね。なんかあとあれですね、こう、楽天のモールとかと比べると、セレクトショップみたいにおしゃれですね。そうですね。美しく揃っうんうん。ていて、やっぱり欲しい情報がすぐ取れるっていうところと、それが分かりやすいインターフェースをしているっていうところが非常に強みがありますよね。で、真ん中のキャプチャーになると、じゃあ今度は、じゃあ今、レコメンドされたものじゃなくて、具体的にこういう情報が欲しいという形で、さっきのキャンプ道具みたいな感じで、アウトドアと検索してみると、こんな風にアウトドアブランドのアカウントでショッピング機能を搭載しているアカウントがずらーっと出てきます。で、アウトドアやられる方結構わかると思うんですけど、割と有名な企業さんのアカウントがずらーっと並んでくるので、
結構もう、ね、どの企業さんもインスタグラムでちゃんとショッピング機能を持っているような時代になってきているなと思います。で、実際に、じゃあこのショップ見てみようっていう風に遷移すると、こんな風に、一番上のアカウントだとこんな風に、そのまま検索してお買い物ができるという流れになってきています。このような形で、インスタグラムってこんなに購入動線が整っていたんですよね、いつの間にかといやいうところー、で。本当ですね。今までは、はい、個人の生活を覗き見するような形だったと思うんですが、これだけ情報収集ができて、購入もスムーズにできるというところで、かなり伸びています。いやー、すごいですね。なんか久々にショッピングモール行ったら全面改装してたみたいな、僕は。そうです。このあたりはもう、ここ1、2年でかなり新機能が一気に増えて、この購入動線もそこですごい整った感じがあるので、かなり最近の流れですね。なんかあれなんですかね、このコロナ禍でこう巣ごもり需要に合わせてガガッと Facebook も改良してきたっていうのもあるんですかね？そうだと思います。で、特に各 SNS の中でも、インスタグラムのこのバージョンアップデートの変化の割合がすごい大きかったんですよ。インスタグラムも大元 Facebook なのでっていうところはあるんですが、Facebook に比べてもインスタグラムのアップデートの量は尋常じゃなく多かったです。で、そのあたりをこの私のチャンネルのこの特に右側ですね、今言った8分で解説っていう動画で、2020年にこんな大きな変化があって、2021年にもこんな変化がありますから、絶対押さえてくださいねみたいなことを解説している動画もあるので、ぜひご視聴くだそれさい。も概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてくはい、ださい。お願いします。じゃあこんな感じで、インスタグラム広告がどんな風に伸びていて、じゃあなぜやるべきなのかっていうのはイメージつきましたかね？あ、もうバッチリです。ありがとうございます。実際にやってみようとなった時に、どこに注意してポイントを置いて広告を始めたらいいのかっていうところを解説していきます。で、インスタグラム広告の特徴、強みっていうのは、この大きく分けて6点あると思います。で、まず1つ目が Facebook と Instagram 両方に一度に配信できますし、どちらかだけを選択することも可能です。で、2つ目は、最初に見せたように、スマホの中であれだけ大きな画像でアプローチできる施策ってなかなかないですよね。画像や動画で、かなり大きくアプローチできるという点。で、3つ目は、広告費用は少額から OK としているんですが、管理画面はリアルタイムでいつでもオンオフすることができますし、広告予算も、1日じゃあ100円とか1000円とかでも言うならば設定できてしまうので、逆にこう、いくらでまず試してみようみたいな形で始めちゃっても OK な施策になってくるんですよね。で、4つ目も同じで、管理画面すら持っていれば常にコントロールできるような状態になるので、例えば間違えちゃったとか、なんかあんまり良くないから今すぐ止めたいという風になったとしても、すぐにやめることもできるので、安心して始めることができます。で、5つ目ですね、目的によって使い分けられるというところで、例えば商品を購入してほしいなのか、新製品を作ったからより多くの人にこの情報を届けたいのかに対して、目的に応じて配信の設定ができます。で、機能も、かなりですね、種類が豊富にあるので、どんな配信をしたいのかという目的に合わせて、管理画面上でポチポチ選択するだけっていうかなり簡単な工程で選択ができます。で、6個目ですね、最後が、ターゲットを狙いやすいというところで、先ほどショッピング機能の例で、私のアカウントで表示されてるのと、はい。業社長のアカウントで表示されてるのが全然違うっていう風にありましたが、こんな風にですね、ユーザーの興味関心とかユーザー情報をですね、かなり細かく把握してくれているので、その分やっぱり広告を配信する上でもその情報をうまく使って配信することができるから成果が出やすいというなるほど。傾向にあるんですね。大きく分けてこの6点の中で、ちょっと今日全部説明するのは大変なのはい。で、特に重要な2点に絞ってお話ししていきます。
重要な2点は、2つ目の画像や動画でアプローチするというところと、6個目のターゲットを狙いやすいという点で、Facebook 広告、Instagram 広告において成果を出すために最も重要なのってクリエイティブとターゲティングなんですよ。なるほど。もはやこの2強ぐらいで思ってもらって大丈夫で、他の要素ってそんなに考えなくていいんです。それぐらいこのクリエイティブとターゲティングの比重が高いということは、ここだけちゃんとやってればきちんと成果が出るので、個人の方でも始めやすいというところありますね。やっぱ広告もインスタ映えしないとなかなか結果出ないわけですね。そうですね。なので媒体の特性をしっかりつかむっていうのはすごく大事になってきます。この2点ですね、順番にじゃあどんな風に具体的にやるといいのかというところを解説していきます。はい。で、まず1つ目のクリエイティブ編ですね。これはモットーとして思っておいていただきたいの、簡単にたくさんお金をかけずにクリエイティブを準備しましょうというところです。ちょっと都合が良すぎる話じゃないですか。そうなんですよ。インスタグラムに載せる、じゃあちゃんとした画像を作ろうみたいになると、ちゃんとデザイナーさんとか制作会社さんにお願いしなきゃいけないんじゃないかって思われる方も多いかと思うんですが、実はそうじゃないですね。これは私が配信していた広告の一例なんですが、こんな感じの、画像を使ってインスタグラム広告を実際配信していました。で、成果が出ていたクリエイティブの例なんですが、これ全部私が5分10分ぐらいで作ったものになるんですね。これ食べれなさんが自分で作ったんですか？私が自分で作って自分で運用するっていう。わあ、すごい。そういうふうになんか普段も集客をやっているんですが、これで十分なんですよね。正直、なんかお金を払って、外部の方にお願いするとか、お金もなんですけど、時間もですよね。制作期間それなりにかかると思うので、それはもったいないんですよ。Facebook や Instagram 広告ってやっぱりこれだけ画面の中で画像がドーンと大きく表示されるので、配信していくうちにこのクリエイティブの HP って結構どんどん減ってしまうんですよね。なるほど。そうすればやっぱり切られるのが他の広告媒体に比べて早い傾向があります。そうですよね。何回も見てるとね、これまた見たなってなっちゃいますもんね。そうなんですよ。なので、ずっと同じものを配信していて、ずっと見られていたら、やっぱり反応ってどうしても落ちてくるじゃないですか。で、どんどん広告が今度は配信されなくなっていってしまうっていうスパイラルにも落ちてしまいますし、この画像の比率が高いのであれば、これがやっぱり一番成果にとって影響度って高いんですよね。ここを結局いいか悪いかっていうのは分からないわけなので、じゃあ1つを1週間かけて費用をじゃあ5万円かけてなんか満足するものを作ったっていうよりも、じゃあ10分かけてじゃあいろんなパターンのものを20本自分で作った方が圧倒的に成果は出やすくなるんですよね。なるほど。はい。それはあれですね、いいものが結果が出るんじゃなくて、結果が出てるのがいいもんだっていう発想ですかね。そうです。はい。これはもうすべてのウェブ施策に通ずるところだと思うんですが、結局なんかこのバナいいなって思うものも自己満になってる可能性もあるので、ちゃんと早く世に出して成果は数字できちんと確認するっていうところがまず第一に重要になってきます。で、ただやったことがないよって使ったことがないよっていう方とか、男性の方って結構こういう作業苦手だったりすると思うんですよね。ネギオ社長はどうですか？僕意外とですね、ちゃちゃっと作れるタイプ。さすがですね。僕、食べれなチャンネルかな記事の方かなパワポでバナー作っちゃいましょうっていうのを参考にさせていただいて、ありがとうございます。パワポでバナー作っちゃってます。そうなんですよ。パワポとかでも全然いいんですよね。で、実際これぐらいのものだったら作れちゃうっていうのをまだ知らない方もいらっしゃるので、じゃあどうやって作るのかっていうふうに考えていきますと、じゃこれも別に特別な技術は全く必要じゃなくて、全ては私はキャンバっていうこの無料ツール様々なんです。知らなかったです。この2つもこのキャンバで両方とも作ってます。キャンバ。この無料なんですね、これ。はい、有料キャン
もあるんですけど、無料で十分使えますね。私はもう使い倒しすぎてるので、有料プラン入ってるんですけど、無料でも全然種類はたくさんあるので大丈夫です。はい。このキャンバーを使えば、これとかも大体なんかベースのテンプレートがあるんですよね。この右側の水色のやつとか、このもともとこういうテンプレートの背景があって、その中に文字とか要素を配置していっているっていう感じなので、この管理画面もありますよね。いろんなテンプレートがあるので、このウィンターバケーションパッケージズっていうところを自分のサービス名に置き換えるようなイメージで簡単にバナー作成することが可能です。これはちょっと僕もすぐ社内で共有しちゃいます。もう私はこれへの依存度がめちゃくちゃ高いです。これはインスタグラム広告用とかインスタグラム投稿用のフォーマットもあるんですけど、インスタグラムだけじゃなくて Facebook、Twitter、YouTube のフォーマットもありますし、あとはなんか名刺のデザインとかロゴデザインとかパワーポイントのプレゼンテーション用のテンプレートとか、もう本当にテンプレートの種類が多いので、私これだけ使い倒してますけど、まだ使ったことないものがほぼですね。なるほど。9.9割はまだ未使用だと思います。これ食べリナチャンネルのサムネイルとかもこういうの使ってるんですか？使ってますよ。使ってるものもあります。そうなんですね。めちゃくちゃはい。綺麗だなと思ってたんですけど、こういう裏技があったんですね。なんですよ。しかもこれ無料で使えて、ノーセンスでいけるので、すごい。すごいですよね。やっぱりこう一からデザインを起こすのと、ありものにちょっと手を加えるのだと断然後者の方が効率もいいので、ぜひですね、まだ慣れてないよっていう方はこういうツールを使われることを強くお勧めします。クリエイティブ編はそんなところですね。良いツールを使って時間短縮をしながら安く簡単にクリエイティブを量産して、まずはテストしましょうというとなるほど。ころが売り上げを上げるための秘訣の一つです。でもう一点、この動画がおすすめというところでまた私の宣伝なんですけど、いえいえ。プロみたいなバナーを作る方法とか、キャンバ以外のですね、無料で使えるようなデザインツール、他にも紹介しているものもあるので、これはウェブデザイナーさんが見るっていうよりは、ノンデザイナーさんの人がそれっぽく見せるための小技を紹介してたりします。大事なスキルですよね。そうなんです。次ですね、攻略方法の2点目、2ポイント目としては、ターゲティングがまた大事になってきます。で、インスタグラム広告の場合ですね、大きく分けて、この3種類、コアオーディエンス、カスタムオーディエンス、類似オーディエンスという3通りの配信方法があります。それぞれどんなものかというと、コアオーディエンスっていうのは、年齢や居住地や興味関心などをトリガーにして広告を配信していくようなイメージですね。私だったら、都内在住の30代女性、子持ち、ウェブマーケティングに興味があるみたいな感じで、かなり細かいジャンルに分けてターゲティングをすることが可能です。なるほど。で、インスタグラムの特徴として、やっぱりさっき言った興味関心のところですね。そこのターゲティング精度がめちゃくちゃ強いので、このコアオーディエンスを使って配信するっていうのも大きな手法の一つです。で、2つ目のカスタムオーディエンスっていうのが、これも Facebook、Instagram の強みの一つなんですけど、企業さんの場合って顧客情報をお持ちの場合ありますよね。顧客のお名前やメールアドレスとかを所有している場合ですね。そのお客様の情報を暗号化してインスタグラム上にアップロードすることができます。で、その顧客リスト、暗号化された顧客リストをインスタグラムが所有することになるので、じゃあカスタマー宛てにじゃあセールの通知を流す広告を配信するとか、じゃあまだ最近買ってない、最近来訪がないとか、最近購入履歴がないお客様宛てに再来訪を促す、じゃあクーポンの広告を配信するとか、そういった自社の顧客情報を使った配信もできるっていうのが強みでもあります。で、3点目が、類似オーディエンスで、今回このポイントとしてお伝えしたのはこの類似オーディエンスですね。激推しの配信の一つです。で、なので顧客情報を使ってそこに向けて配信できるよというふうに言ったんですが、この類似オーディエンス何がいいかっていうと、この顧客情報に似た属性の人に対して広告を配信することができます。なるほど。なので、購入したリスト
に最も近い属性からですね、広告を配信していくことができるので、これはかなり成果が出やすい傾向にあります。丸1の配信もよく使うんですが、圧倒的に成果が出やすいのが類似オーディエンスかなと思います。と3を組み合わせて使うことが多いんですが、顧客リストすでにお持ちの場合は、それを有効活用して、顧客に似た属性の人に配信していくというところがすごくおすすめですね。ちなみにこのアップロードする顧客リストっていうのは具体的にはメールアドレスか何かですか？メールアドレスですね。Facebook とか Instagram に登録しているアドレスと照合するようなイメージですね。なるほどですね。はい。わかりました。この類似オーディエンスは具体的にはこんなイメージですね。白い元になっている既存顧客リストがあって、そこから派生してグレーの周りの属性、似た属性に対して、新しく広告を配信してアプローチしていくというところで、顧客リストを使って新たな顧客層っていうのを獲得することができるという強みがあります。これは結構画期的だと思います。結構その類似配信とか呼ばれたりしていて、一応他のネット広告にも類似配信機能を搭載している媒体っていうのも増えてきてるんですが、その成果のほどっていうのは Facebook、Instagram 広告が圧倒的に強いなと感じていますね。なるほど。やっぱりあれですかね、Facebook、Instagram って僕らもいろんな情報を提供し登録するときに入れてるので、よりこうターゲティングが正確なんですかね？そうですね。それと、ユーザー数が他のチャンネルに比べても多いっていうのがあると思いますね。なるほど。それはかなり使えるので、ぜひ、これから始めるよという方は、まずやってみるといいと思います。類似オーディエンスですね。はい。で、さっき紹介した弊社の問い合わせの実績の例、これも、実はですね、類似ターゲティングを使って配信しているものです。弊社の別のサービスに過去登録してくれた方に似たリストっていうのを使って配信しておりますので、既存の顧客とは被らずに新しい顧客層に似た新しい顧客層を開拓してくれるというところで、こんな風に大きな成果を残してくれてるという実績がございます。ぜひ使ってください。類似オーディエンスですね。はい。では、まとめていきたいと思います。じゃあ、インスタグラム広告はですね、Facebook にもインスタグラムにも配信できる、広告媒体で、今となっては、ウェブ広告の中でも主戦力と言えるような広告メディアに発展してきています。2点目ですね、インスタグラム内での購買行動というのは、もうかなり一般化してきているので、ここに通して広告を配信することで成果が得やすいような時代になってきました。で、3点目は、広告を配信するときのポイントは2つです。クリエイティブとターゲティングが全てになってくるので、今日お伝えした、画像をたくさん作るっていうところと、類似オーディエンスの配信を使うというところで成果を最大化していってください。なるほど、ありがとうございます。はい。すごい今日勉強になりましあた。りがとうございます。僕もウェブマーケティングの世界にいる人間なので、とはいっても知ってる内容が多いかなと思ってたんですけど、すごい最近の、特に2020年ですか、変化した内容だったり、このターゲティングの精度がこんなに高くなってるっていうのはもう知らなかった。そうですね。で、今日の資料にはまだ入ってないんですけど、2021年にはインスタグラム内にもキーワード検索機能が搭載されるっていう風に言われていて、もうリスティング広告みたいな感じで、検索ワードを使って広告配信ができるようになるんじゃないかっていう読みですね。面白いですね。そういう未来への変化っていうのも予測していくと、今これだけ伸びているし、さらにそういうアップデートも控えているので、今のうちに逆にちゃんと成功法を見つけておかないと乗り遅れちゃいますねっていうところです。はい。僕も乗り遅れるところだったんですけど、今日この時間でかなり勉強させていただいたのあで、りがとうございはい、ます。今後ちょっと注目引き続きしていきたいなと思います。はい。テレサ最後に今インスタグラム広告を検討している事業様を見ていると思いますので、事業様の方に一言いただけますか？ありがとうございます。インスタグラム広告は今言ったように、今すぐにでも始めるべき媒体ですし、
業種や業態は特に、制限なく成果が出しやすい時代になってきておりますので、ぜひですね、ご検討されている方が私宛てにご連絡いただければ、コンサルティングや無料相談など対応させていただきますので、ご連絡お待ちしています。はい、リスプラさんのセミナーはですね、無料でむちゃくちゃ勉強になることを教えてくれるので、ぜひ無料相談、無料セミナーとか、はい、参加して見ていただくといいんじゃないかと思います。そうですね、広告の配信もそうなんですが、私の YouTube のチャンネルだとか、リスティングプラス公式の LINE もやっておりますので、そちらに登録していただければ、無料セミナーの通知なども飛ぶようになっていきます。ありがとうございます。はい、タミナさん、本当に今日はありがとうございましはい、た。ありがとうございました。ぜひ機会があったらご出演よろしくお願いします。お願いします。こんな感じで、ウェブマーケティングが学べるタベリナチャンネルもぜひよろしくお願いしはい、ます。ぜひチャンネル登録してみてください。はい、ありがとうごはい、じゃあざいます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございまお願いしした。ます。